はい、では皆さん改めましてこんにちは。緊張がほぐれましたで今から皆さんに時間を借りてお話を聞いてもらいます。それは思うは招くというお話です。僕の母さんが中学生の時に教えてくれた言葉です。思ったらそうなるよって意味です。思い続けるって大事です。で僕は今日のお話で皆さんの中から仲間が見つかったらいいやと思ってしますので、ぜひね仲間になってほしいです。で僕は今から47年前に生まれました。上松勉って言います。で僕は今北海道の真ん中辺にある赤平っていう町で生まれて初めて会社を経営しています。で僕たちはそこで本当はリサイクルに使われるマグネットっていう機械を作っています。でもその傍らでロケットを作ります。僕たちは宇宙開発ができて丸ごとロケットを作れて打ち上げできるようになって、そして人工衛星も丸ごと飛ばせるようになって、そして世界に3つしかない、日本には僕の会社にしかない宇宙と同じ無重力状態を作る実験装置も持っています。どれも売っていないから買うことができません。でも自分たちで頑張って作りました。でも僕にとって宇宙開発は僕の夢じゃないんです。僕にとって宇宙開発は僕の手段に過ぎません。で僕は今から47年前に生まれました。で小さかった僕にばあちゃんが大事なことを教えてくれました。僕のばあちゃんは北海道の北にある樺太という島で昔から自動車の会社をやっていて、頑張って働いてお金を貯めて豊かに暮らしたそうです。でも樺太は1945年突然ソビエト軍が攻めてきてたくさんの人が殺されて、ばあちゃんは自分が貯金したお金が全部紙くずになったことを知ったそうです。だからばあちゃんは小さい僕に教えてくれました。お金は値打ちが変わってしまうもんだよ。だからくだらない。お金があったら貯金なんかしないで本を買いなさい。頭に入れなさい。それは誰にも取られないし新しいことを生み出すんだよと教えてくれました。だから僕は本屋が大好きな子供になりました。また僕には大好きなじいちゃんがいました。大きくて優しいじいちゃんです。で僕とじいちゃんとの一番の思い出はアポロの月着陸です。一緒にテレビ見ました。僕が覚えているのはじいちゃんが見たこともないほど喜んでる姿です。ほら見れほら見れって、人が月へ行ったぞって、お前も月行けるぞって喜んでるんです。僕はそんな喜んでるじいちゃん見たことなかったです。だから僕はその笑顔がもう一回見たかったです。だから本屋に行ったら僕は飛行機ロケットの本を手に取ったんです。そしたらじいちゃんはでっかい手で僕の頭をなでてくれるんです。褒めてくれるんです。僕はきっとじいちゃんの笑顔が見たくって、きっと飛行機ロケットが好きになっちゃったんだろうって思います。で僕はその後もいろんな素晴らしい本に出会います。そして中学生になった頃には僕の夢というものは飛行機やロケットの仕事をすることになっていました。自分なりに一生懸命勉強していました。でも中学校の先生が僕に教えてくれました。そんな夢みたいなことを言ってないでテスト勉強をしなさいと言われました。確かに僕は飛行機ロケットの勉強はしたけど学校の勉強はほったらかしだったんです。何にもしていませんでした。そして先生はさらに教えてくれます。そもそも宇宙なんちゅうものはよほど頭が良くないと無理だ。すごくお金がかかるんだぞ。だからそれは別世界の話だ。お前なんかにできるわけがないって教えてくれました。で僕はとっても悲しくなりました。そして考えたんです。夢って何だろうって。できそうな夢しか見ちゃダメなんでしょうか。でもできるかできないかは一体誰が決めるんだろうって思いました。やってみなきゃ分かんないはずなのに、やったこともない人が決めるのは変じゃないのかなって思いました。そして僕は今できないことを追いかけることが夢って言うんじゃないのかなって思ったんです。ところがそうじゃないみたいです。なぜならば僕はいろんな大人に脅されたんです。ちゃんと勉強しなければいい学校に行けなくていい会社に入れなくて大変だよって。僕はあまり成績良くないです。だから心配になって質問をしました。いい会社って何だろうって。そしたら大人が教えてくれました。安定していて楽をしてお金をもらえるのがいい会社だと言われました。僕は納得できませんでした。なぜならば勉強すればするほど能力が身につくはずです。ところがせっかく身につけたその能力をなるべく使わないで楽をするために勉強するんだって言われたんです。そんなら勉強しなくていいんじゃないのって思ってしまったんです。でもお金があるといいことがいっぱいあるかもしれません。例えばこのすっごい車僕んじゃないです僕んじゃないですこれはこの車が手に入るのは金持ちだからでしょうか。全然違いますね。
この車が手に入るのは、お金で買うことができるのは、どっかで誰かが頑張って作っているからなんです。もっといいものを作ろうと思って一生懸命研究して努力している人たちがいるから、売ってもらえてるからことができてるだけの話なんです。実はお金って大したことないんです。だってお金が必要な夢とか、お金がないと無理だっていう夢、それは実は誰かがしてくれるサービスに過ぎないんです。これを待ってるだけの話なんです。そして自分ができなければできないほどしてもらうしかありません。ってことは、生きていくためにどんどんお金がかかってしまうということなんです。ところが自分ができることがあればあるほど、それはしてあげられるから仕事になるかもしれないということなんです。ということは、人間が生きていく上で大事なことは、できなかったことができるようになることなのかもしれません。それがもしかしたら人間にとって素晴らしいことかもしれません。だとしたら、僕が考えた今できないことを追いかけるのが夢なんじゃないのっていうのは正しいのかもしれないんです。ところが僕は一生懸命自分の大好きなことを追いかけたんです。でもそれは周りの人に理解されなくなりました。友達からも先生からも、そして親からも、そんなことしてて大丈夫なのかと言われるんです。意味なくねと、何それ自慢と言われて、僕はどんどん一人ぼっちになっていくんです。自分の好きなことを人に喋ることができなくなってしまうんです。でもそんな僕を助けてくれた人たちがいました。その人たちは本の中の人たちです。僕を助けてくれたのはライト兄弟だったりエジソンだったり、彼らも誰にも信じてもらえない人たちでした。応援もしてもらえなかったんです。でも彼らは一生懸命頑張ったんです。その人たちが僕を助けてくれました。だから僕は頑張ったんです。自分の好きなことをもっと好きになったんです。もっと伸ばしていったんです。僕は紙切りが得意でした。でもそれがどんどん発展していって、どんどん物が作れるようになって、そして僕は自分の会社を作ってリサイクルのマグネットを作ることができるようになったんです。で、僕は会社を経営することになってしまいました。で、僕は生まれて初めて会社経営したんですが、びっくりするぐらいいきなり大成功です。もうね、年商がね10倍ぐらいになっちゃったんですよ。で、そしていい気になって大失敗です。2億円借金作りました。自分のせいだと思いました。で、全部自分で何とかしなきゃと思って一人で抱え込みました。自分を責めました。そして日本中飛び込み営業に歩ったらひどい目にばっかり遭います。だから飛行機乗るたんびに今日こそこの飛行機落ちてくれって一生懸命祈りました。でも飛行機落ちませんでした。やがて僕は成長してえげつないことも冷酷なこともできるようになって、競争相手をやっつけたり陥れたりできるようになりました。でもその人にどんな家族がいるかなんて一つも考えませんでした。やがて売り上げが増えていくと銀行の人が褒めてくれました。でも僕の心はすっかりおかしくなっていて、誰も信じることができません。一人ぼっちなんです。そして何もかも合理でしか考えられないんです。やがては自分の大切なものも全部捨ててしまおうとまで思ったんです。でもそんな時に僕は会社が苦しかったもんだから日本中歩っていっていろんな人にアドバイスされたんです。それは青年会議所に入ったらいいよって、売り上げにつながるよって言われました。僕は横島な気持ちで青年会議所に入りました。ところが売り上げにはつながりませんでした。でもそこで僕はかけがえのない知らなかった人たちと出会うチャンスをもらったんです。で、僕はそこで友達を作りました。その友達が僕を誘ってくれました。児童施設に僕はボランティアに手伝いに行くことになったんです。ところが一生懸命準備して行ってみたその児童養護施設の子どもたちは、親からひどい目に遭った子どもたちでした。最初は誰も近寄ってきませんでした。でも一生懸命関わっていたら帰る頃には帰らないでって言ってくれました。スキンシップも求めてくれました。友達と一緒にいやいいことしたよねって、今日打ち上げどこでやろうかなんて帰ろうと思ったらば、男の子が自分の夢を聞かせてくれました。その子の夢は親ともう一度暮らすことだそうです。信じられんと思いました。なんでひどい目に遭わせた親のことまだ愛してんのって思いました。そして何もいいことできてないわと思いました。だっていくらお金を寄付したとしても、その子を連れて帰って打ち床にしたとしても何の解決にもなりません。なぜならばその子はまだ親を愛してるからです。なんでこんなことが起きるんだろうって思いました。そして自分は何のために人をやっつけてまで金稼いでんだろうって思いました。いろんなことが分かんなくなっちゃいました。ぐるんぐるんしてしまいました。そしたら封印した記憶が蘇ってしまいました。僕は小学校に上がってすぐに担任の先生にものすごい嫌われたんです。僕が信じていたことやばあちゃんが教えてくれたことは全部否定されました。
僕の夢はお前なんかにできるわけがないって散々言われました。じいちゃんがなでてくれた頭は先生に散々殴られました。とってもつらかったです。でもそれを助けてくれる大人はいなかったです。で、僕はその先生が言っていた言葉を忘れてませんでした。その先生はどうせ無理という言葉をよく使っていたんです。このどうせ無理という言葉が恐ろしい言葉なんだなって思いました。これは人間の自信と可能性を奪ってしまう最悪の言葉です。でもとっても簡単な言葉なんです。これを唱えるだけで何もしなくて済んでしまうから、とっても楽ちんになれる恐ろしい言葉でもあるんです。で、こんな言葉で未来を諦めさせられてしまった人たちは自信を失ってしまうんです。でも人間は生きていくためにはどうしても自信が必要なんです。だから自信をなくしてしまった人の中には、お金で自信を買うようになって身を飾るようになったり、またそれを自慢しなければいけなくなったり、そのために人を見下さなければいけなくなってしまったり、また他の人が頑張ったら困るから努力を邪魔するようになってしまう人もいるんです。こういう人が皆さんの身の回りにももしかしたらいるかもしれません。でもその人たちは自信をなくしてしまったかわいそうな人たちなんです。その人たちが自分の自信を守りたくってしょうがなく他の人の自信を奪ってしまっているのかもしれません。さらには僕の会社にアフリカの人たちが来てくれました。彼らが僕の話を聞いてくれた後で教えてくれました。今アフリカでは自分なんて勉強したって無駄だ、努力したって無駄だって自分の未来や可能性を諦めてしまった人たちが最後には人を殺して奪うようになるんだそうです。なぜならば頑張れないから、生み出せないから奪うしかないんです。暴力で奪うこともできます。でも他にも嘘をついたり弱いふりをしたり騙したりして奪うこともできるんです。でもみんなが奪ってしまったら社会なんか成立しないんです。で、僕はこのどうせ無理という言葉の恐ろしさを知ることができました。で、僕はこのどうせ無理、人間は最初から知らなかったはずだ、いつ僕たちはこんな言葉を覚えちゃうんだろうって考えたんです。それが宇宙かなって思ったんです。宇宙は美しいです。だから誰もがちっちゃい頃に一回は憧れるんです。でも皆さんは自分が宇宙開発できると思ってますか？宇宙なんてよっぽど頭が良くないとすごくお金がかかるって思い込んでませんか？国家事業だと思ってませんか？誰がそれを教えてくれましたか？それはこんなことを教えてくれるのはやったことがない人なんです。やったことがない人が適当なやらないわけを教えてくれるんです。そのせいで僕たちは何をしていいのか分からなくなるんです。何ができるのかも分からなくなってしまうんです。だからこそ僕はどうせ無理という言葉をなくそうと思いました。これがなくなったらいじめや暴力や戦争がなくなるかもしれない、児童虐待もなくなるかもしれないと思いました。だから僕は誰もがどうせ無理だと思われている宇宙開発をしてみようと思ったんです。ところが僕はロケットは危ないから作っちゃいけないということを知っていました。だから諦めてました。でも神様がいたんです。神様が北海道大学の永田教授に会わせてくれました。永田教授は奇跡的に安全なロケットを研究してました。そして奇跡的にお金がなくて諦めようとしていました。僕はお金がないけど物が作れるんです。そんな2人が出会っちゃったんです。以来僕は人の出会いには意味があるんだなって思うようになりました。神様があんたとあんた会いなさいって会わせてくれてるんです。今日皆さんと会えてるのも神様がそろそろ会っときなって言ってくれたんだと思います。で、僕と永津先生は助け合えたんです。なぜならば2人とも足りなかったからなんです。実は人は足りないから助け合うことができるんです。足りてたら人の助けなんか必要ないじゃないですか。人は足りないから助け合えるんです。だからこそ足りないことをバカにしちゃいけないんです。恥ずかしいって思う必要もないんです。大事なことは自分は何やっても中途半端だなんて自分を責める必要なんか全くなかったんです。実は中途半端っていうのは何もしないよりも何もできないよりも全然いいんです。ちょっとできてるだけマシなんです。だから自分を責めることなく、足りない自分をマイナスに思う必要なく、一生懸命できることをすればよかったんです。そんな僕たちは助け合って今では宇宙開発ができるようになりました。いろんな研究者が僕の会社に実験や研究に来てくれるようになりました。そして今では年に1万人もの子どもたちが修学旅行や見学旅行で僕の会社に来てくれるようになりました。正直言うと会社17人しかいないです。ちょっと大変ですだけども一人でも多くの子どもたちが可能性を奪われなくなったらいいなって僕は思っています。で、僕は信じてるんです。どうせ無理をなくせばいい社会が来ると思ってます。でも僕一人にできることに限りがあるからどうしても仲間が欲しいんです。これは僕の代で終わらない夢なのかもしれないんです。だからこそ皆さんの力を貸してほしいんです。
皆さんが今日からどうせ無理っていう言葉に出会ってしまった時に、だったらこうしてみたらって言ってくれたら、ただそれだけでいつかどうせぶりがなくなって、この世からいじめも虐待もなくなるんです。だからぜひ皆さんの力を貸してほしいです。で、学問というものがあります。僕らは学問を一生懸命学んできました。で、学問というのは誰かに評価されるためのものだったんでしょうか。とんでもない間違いですね。学問というのは社会の問題を解決するために人類が生み出したものなんです。必死になって築き上げたものなんです。じゃあ教育って何でしょうか。教育っていうのは失敗の避け方とか責任の避け方という要領生き方を教えるためのハウトゥーでしょうか。全然違いますね。教育というものは死に至らない失敗を安全に経験させるためのものだったんです。でもそれがすっかりおかしくなってしまったんです。なぜかというと、失敗をマイナスだと思っている大人がたくさんいたからなんです。その人たちがみんなの可能性と自信を奪ってきたんです。でも大丈夫です。これからの日本を良くしていくためには、世界を良くしていくためには、やったことないことやりたがる人、諦めない人、工夫する人が増えればいいんです。どうせ無理に負けない人が増えればいいんです。じゃあその人たちは一体どこにいるのか。それはみんなです。すべての人がそうなんです。なぜならば僕ら人間は必ず小さい頃を経験するからなんです。皆さんも思い出してみてください。小さい頃はボタンあったら押してみたかったんです。ハンドルあったら回してみたかったんです。そして余計なことするんじゃないと怒られるもんだったんです。実は生まれた時から諦め方を知っている人間なんてこの世に一人もいないんです。皆さんは全員諦め方を知らないで輝いて生まれてきたんです。でも僕たちは諦め方をちょっと習っちゃってるかもしれません。そんな自分たちの自信を取り戻すためのとてもいい方法が一つだけあります。それはやったことがないことやってみるなんです。やったことないことやったらそれだけでちっこい自信が湧いてきますから、ぜひ皆さんはやったことがないことに挑んでみてほしいと思います。でもやったことないことやると失敗するんです。これは実験映像です。ロケットが火吹いて飛びました。飛びませんでした。火吹いて落っこってきました。どうすりゃいいのか。コントローラーを捨てて逃げる今時こんな昭和な逃げ方する人なかなかいないんですけどね。で、この実験映像が示していることは、まずいと思ったら逃げるもありということなんですそうね、僕が知ってる限り真面目で優しくて責任感のある人ばっかり死んでしまうんです。死なないでほしいんです。生き延びてほしいんです。だからまずいと思ったら逃げるのも絶対ありなんです。でもその時に失敗した自分を、逃げた自分を、諦めた自分を責めないでください。へこまないでください。そんなことする必要ないです。でもこんな時自分の心の中はもう苦しいとか辛いとか申し訳ないとか悔しいとか悲しいとか恥ずかしいがもうぐるんぐるんして大変なことになるんです。でもこれがぐるんぐるんしてる最中はただいま成長中って言えばいいんです。そしたらプリッと一皮むけるんです。だからぜひね、ただいま成長中って言ってみてください。で、そんな僕らは今生まれて初めての一回きりの人生をぶっつけ本番で生きてるんです。そんな僕らは何のために生まれてきたのか。僕らにとって失敗というものはより良くするためのデータに過ぎませんから、ぶっつけ本番だからね、失敗して当たり前です。でも失敗はより良くするためのデータだと思って乗り越えてほしいです。そして僕たちはしてもらうためや諦めるために生まれてきたんじゃないです。そんなことのために生まれたんじゃないです。僕たちは世界を救うために生まれました。で、世界を救うの簡単です。世界を構成するすべての人間が自分なんてって思わなくなるだけで世界は救われてしまいます。今日から一人一人ができる世界の救い方です。だからぜひ今日から救ってください。自分なんてって思わないでください。そしてこれから先僕らがやっていくべきことは、できない理由を探すことではありません。できる理由を考えることです。ただそれだけで世界はきっとあっという間に良くなるんです。で、僕の長い話がやっと終わります。僕は小さい頃から飛行機ロケット好きでした。でもやったことない人はできるわけないって散々言いました。でも母さんは思うは招くって教えてくれました。思い続けたらできるようになりました。だから思い続けるってきっと大事です。そして最後にこの一言があればどんな夢も叶っちゃうよっていう言葉をプレゼントして終わりにしたいと思います。それはだったらこうしてみたらで夢は叶うなんです。考えてみてください。自分の夢を誰かに喋った時にいやそれ無理だわって言われたら元気なんかなくなります。でもだったらこうしてみたら、この間本屋にこんな本売ってたよ、この間テレビでこんな番組やってたよって言われたらもっと元気が湧くじゃないですか。その方が絶対楽しいです。だからお互いに夢を喋って、お互いにだったらこうしてみたらって言ってたら全員の夢が叶ってしまいます。
全員有名人になっちゃいます。素晴らしいですね。だからぜひこのだったらこうしてみたらが世界中で流行ったらいいなって、そしたらどうせ無理がなくなるなと思ってますので、ぜひみんなでだったらこうしてみたらを流行らせていきたいと思います。それがきっと僕たちが出会えた意味かもしれませんから、お互いに助け合っていきたいと思います。ということで、僕これからも頑張りますんでね、これからもせっかく出会いましたからね、仲良くしてほしいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。